こんにちは、亀太郎です。今日は、この動画ともう一つの動画で亀池の自作ろ過装置と自動給水装置を紹介していきます。今まで試行錯誤して作ってきた亀池ですが、3年かけてやっと今の形に落ち着きました。庭に亀池を作ろうとお考えの方の参考になれば幸いです。亀池の紹介。まず、亀池の紹介をさせていただきます。亀池は亀さんたちのために作った小さな池です。亀さんたちが過ごしやすい自然な環境を目指して作りました。これから紹介する自作ろ過装置と自作給水装置を設置してから、亀池はほとんど手がかからないようになりました。今回、亀池を紹介しようと思い2階のベランダから亀池の前景を撮影しました。亀池の前景を見ながら亀池の紹介をしますね。これが亀池の前景です。雨水タンクや自作ろ過装置は亀池の柵の外側に設置しています。少し拡大しますね。最初は1つの池だけだったのですが、徐々に増えて、今では4つの池になりました。亀池の前景はこんな感じです。亀池のろ過、これから4つの池を紹介しながら亀池のろ過を紹介します。写真だと説明しづらいと思ったのでここから少しの間、図で説明します。亀池の前景を図にしてみました。拡大しますね。亀池はミニ池を含む4つの池でできています。まず、ミニ池から見ていきましょう。ろ過された水は取水口1からミニ池に排出されます。ミニ池は FRP で自作しました。水はミニ池から1号池へ流れていきます。1号池は泥船で作りました。1号池には亀太郎が亀山と名付けた自作ろ過装置があります。亀山は山の形をしたろ過装置なのですが、また後で紹介しますね。水は1号池から2号池に流れていきます。2号池も1号池と同じく泥船で作りました。2号池から3号池はオーバーフローになっています。オーバーフローになっているので1号池と2号池の水位は一定に保たれています。3号池は FRP 製の池です。3号池もオーバーフローになっているので水位は一定に保たれています。水は3号池からオーバーフローのパイプで地中を通って集水マスへ流れていきます。集水マスの中にある水中ポンプでろ過装置へ水を送ります。ろ過装置はコンテナボックスを使って自作しました。2つのコンテナボックスを2段重ねにして作っています。ろ過された水はパイプを通って3号池と1号池に流れていきます。取水口には少量の水が流れ出るように調整してあります。小さな滝にして3号池に流れ落ちるようにしてあります。ろ過された水のほとんどは取水口位置へ流れるように調整しています。ミニ池からまた同じように、1号池、2号池、3号池、ろ過装置と繰り返し循環していきます。説明が長くて、すいませんでした。それでは動画で紹介しますね。ここがミニ池です。水はミニ池から1号池へ流れていきます。この山を亀山と呼んでいます。この亀山自体がろ過装置になっています。亀山はソーラー池ポンプで稼働しています。亀山から地中を通ってベランダまでポンプの配線が通っています。屋根のところに見えるのがソーラーパネルです。ソーラーパネルは南向き30度に設置するのが良いようですよ。亀山の中はこのような仕組みになっています。1号池から汲み上げられた水が、亀山の中でろ過されて再び1号池へ流れ落ちます。この網のついたパイプを通って1号池から2号池へ水が流れていきます。2号池には石をたくさん入れて浅くしてあります。2号池には水の浄化に役立つと考えて水生植物を植えています。このような鉢底網で鉢を作って植えています。
水生植物はそのまま池の中に植えると亀さんに折られたり抜かれたりしますが、このように植えるようになってから亀さんに荒らされることはなくなりました。2号池と3号池の接続は小さい川のようにしてみました。3号池は FRP 製の池です。泥船より雰囲気が良いので気に入っています。それぞれの池には、エビ、メダカ、ドジョウが暮らしています。睡蓮を鉢ごと入れています。この睡蓮は夏に花を咲かせてくれたのですが、もう寒くなってきたので葉も減りました。ちょっと角度を変えます。3号池の水はオーバーフローで集水マスへ流れるようにしています。この地面の下をパイプが通っています。3号池からの水はこの柵の下を通って、この集水マスの中へ流れ込むようになっています。集水マスの中は少しごちゃごちゃしています。左側のパイプから3号池の水が流れ込んできます。洗濯機用の網をつけてゴミを物理的に取り除きます。この網のおかげでポンプの目詰まりはありません。水中ポンプはリオプラス800という商品を使用しています。水中ポンプには右側にあるコンバージョンキットというオプションパーツをつけています。掃除をする際にコンバージョンキットのスポンジだけを掃除すれば良いのでおすすめです。この集水マスの水を水中ポンプでろ過装置へ送り出しています。これが自作ろ過装置です。紫外線による劣化を防ぐためにアルミシートをかけています。このアルミシートは蓋をマジックテープで留めていてすぐに開けれるようにしています。蓋を開けて中の汚れ具合を簡単に確認できるようにしています。箱の中は水槽で使う丈夫ろ過装置を参考にして作りました。月に1、2度、この黒いマットを取り出して替えのマットと交換しています。黒いマットはこのブラックマットという商品です。サイズに合わせてカットして使えるので便利ですよ。このブラックマットは、その都度、洗浄して何回も再使用しています。自作ろ過装置にかけているアルミシートを外しますね。自作ろ過装置はこのようにボックスを2段にして作っています。上の箱のブラックマットが目詰まりして水が溢れないようにオーバーフローをつけています。過去の画像ですが、下段のボックスはこんな感じになっています。蓋を開けると中にはろ材が入っています。また図の登場です。ろ過装置はこのように作っています。複雑にはせずにメンテナンス重視の作りにしています。ろ過された水はここから出てきて、太いパイプに入ります。パイプは柵を突き抜けて池の方へ流れるようにしています。亀池の柵に使用しているこの黒い波板にパイプを固定しています。サドルバンドを使用してこのように固定しています。このパイプを通り塗水湖湯1と塗水湖湯2から再び池へ排出されます。ろ過装置を通った水はパイプを通って3号池へ流れ込みます。小さな滝を作って水を落とし込んでいます。水量は少なめになるように調整しています。ピレアで隠れていますが、この後ろにもパイプが通っています。ろ過された水のほとんどはこちらの塗水湖湯1からミニ池へ流れ込んでいきます。再びミニ池へ戻ってきました。ここに塗水湖湯1があります。ミニ池はこのような作りになっています。塗水湖湯の場所がわからないようにしています。このミニ池から再び、1号池、2号池、3号池、ろ過装置へと循環していきます。
自作ろ過装置の紹介はここまでです。思ったより長くなってしまいました。次回の動画で自動給水装置を紹介しますね。いかがだったでしょうか？動画作成に不慣れなもので見づらいところも多々あったかもしれませんが、最後までご視聴いただき、ありがとうございます。当初は自動給水装置も一緒に載せるつもりだったのですが、思ったより長くなってしまったので動画を2回に分けて紹介しています。この動画の続きの自動給水装置の動画はこちらからご覧ください。ブログ、やっています。遊びに来ていただけたら嬉しいです。ブログでは動画でやった内容をもう少し詳しく書いています。こちらの動画もよかったらご覧ください。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。